エルデンリングには人知れずいくつもの謎が散りばめられている。そんな謎の中で気になって眠れなくなっちゃうとまではいかない謎を紹介していきます。正しくはですね、考察しようとして手を出してみたはいいけれど全然ピースが埋まらなかったってやつらの紹介になります。もう早速やっていきましょう。まず最初ですね、メリナイコールマリカ説。メリナはマリカと同一人物なんじゃないかっていう説がありますよというコメントをいただいたので、それをちょっと検証しようかと思ってメリナとマリカについてそれぞれ調べていたんですね。ただ調べるうちに分かってきたことは、メリナとマリカ同一人物というよりもどっちかというとマリカの子供がメリナに当たる方が辻褄が合うんじゃないかなと思っていますと。メリナの特徴としては霊体でしか登場できなくて、そして黄金樹の麓で生まれたと。で、母から使命を授かっていたが忘れてしまって、主人公と旅を共にして黄金樹の麓に着いた時に、生まれた時に与えられた使命を思い出すというか取り戻すんですね。その使命が黄金樹を焼くということ。この使命は黄金樹に敵対する意志の表れですよね。となるとやっぱりマリカの意思を反映されているのかなとは思います。マリカってエルデンリングを破壊しようとして黄金樹に囚われてしまったわけですから、やっぱり黄金樹に弓引く者、黄金樹を裏切ろうとしたっていうところがありますよね。そのマリカの意思、母から黄金樹を焼けという使命を与えられた。その方がしっくりきますよね。で、単純にマリカと誰の子供かと考えた時に一番ぴったりくるのがマリカとラダゴンの子供と考えるのが妥当なのかなと思いました。というのも、それぞれマリカと誰かの子供、ゴッドフレイの子供とかラダゴンの子供とか、それぞれ名前に特徴がありまして、マリカとゴッドフレイの子供だと名前にゴッドみたいな GOD ゴッドが名前のどこかについているというのがマリカとゴッドフレイの子供の特徴、名前の、命名規則と言われていたりするんですよね。で、レナラとラダゴンの子供はラニとかライカード、ラダーンみたいな名前に R のイニシャルがつく、それがラダゴンとレナラの子供であると。そしてマリカとラダゴンの子供はミケラ、マレニアで M が頭文字につくんですね。そう考えると命名規則的にはメリナは頭文字に M がつきますよね。そうするとマリカとラダゴンの子供であると考えるのが命名規則的に見ると妥当ですよね。あとは髪色がピンクでマリカとラダゴンの髪色を足し合わせたような髪色ですよね。マリカは金色の髪、そしてラダゴンは赤色の髪で、生まれてきた子供ミケラはマリカをそのまま引き継いだような金色の髪で、マレニアはラダゴンを引き継いだような真っ赤な髪、そしてメリナはそのマリカとラダゴンの髪色を受け継いでピンクになったと考えるのが一番しっくりくるかなと思います。あとモーションですかね。死べの刃を使った時のモーションが黒き刃たちに似ているっていうのがあります。その黒き刃たちはマレビトであると言われていますから、ここでマレビトとメリナのつながり、そしてマリカとのつながりが生まれているような気がします。あとはですね、メリナが幽閉されていたであろうと思われる部屋がですね、めちゃくちゃ豪華なんですよね。幽閉されていたにもかかわらず机と椅子が用意されて、さらには本も用意されているという、そういう徹底ぶりなんですよね。これはマリカの子供であったからこそあのように幽閉されていたのではないかと推測することもできます。あとはマリカの言霊を拾っていくことができるっていうところですよね。いろいろ調べていった結果、やっぱりメリナとマリカはつながり合う部分はあるんですが、どっちかというとマリカとラダゴンの子供なんじゃないかって考えるのが一番妥当なんじゃないかなと考えています。では次行きましょう。次はですね、各地の白金人第2世代が特徴がそれぞれ違うっていうものがあります。例えば性別雪原の白金人第2世代の場合は目がですね黄色になっていると。そしてモーグウィン王朝の白金人は赤い個体が存在している。そしてイミズノも生えている。で、それ以外の白金人は白地に黒目ですと。一般的にこの第2世代の白金人はこの白地に黒目っていうのが特徴的な外見になっています。なんだかそれぞれが環境に適応しようとしているかのように変化しているんですよね。で、このゲーム中プレイヤーの瞳の色が変わることもありますよね。狂い火の祝福を受けると瞳が黄色になって、で血の祝福を受けると瞳が赤くなるとか、それに当てはめると白金人も信仰によって
瞳の色とか外見が変わっているのかもしれないですよね。で、余談なんですけれど、現実世界では瞳の色っていうのはメラニン色素の量で変わるみたいです。太陽の光が強くて日照時間が長い国とかでは瞳の色が黒寄りになっていって、で反対に太陽の光が弱い国っていうのはブルーみたいな感じになるらしいですね。あと気になる部分としては、白金人の第2世代がモーグイン王朝ではグレーの個体ですね、地面にベタッと座り込んでいた感じがありましたよね。赤い個体は元気でトゲ生やしてぐる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 プレイヤーを襲ってきたわけですが、グレーの個体はめちゃくちゃ元気がないと。もしかしたら太陽の光がない、月の光が届かないから、なんか光合成みたいなことができずに体が弱ってしまった、元気がなくなってしまったとかありえますね。現実世界でも日照時間が短い国とか鬱になりやすかったり元気がなくなりやすかったりっていうのもあるらしいですからね。光が届かない、太陽の光が届かない地下にいたからこそ、環境の影響を受けやすいからこそ元気がなくなってしまったのかとかいろいろ考えることができますが、調べれば調べるほどですね、この白金人疑問が湧いてくるようなキャラクターになっていますね。では次、性別雪原の石碑。性別雪原に行くとですね、ところどころにある岩にですね、実は文字が刻まれているんですよね。そしてそれらがいくつも積み重ねられているような印象があります。この文字は一体何なのか、そしてこの岩はなぜ文字が彫られているのか、ちょっと気になりますよね。文字が彫られた石は王とローデイルの女王の寝屋にも似たような石碑が大量に並んでいますよね。これはどちらかというと本とかそういう類のものだと思っていたんですが、どうでしょうね。カーリアの女王のレナラがいる大書庫も似たように本が積まれているというところで、このマリカとレナラの女王の対比表現という解釈もできるかなと思っています。で、この文字一時期解読を試みようとしたんですが、全然手も足も出ませんでした。たまに武器の一部にルーン文字が使われてたりするんで、ルーン文字で読んでいけば解読できるかなと思ってたんですが、そんな甘いものじゃなかったですね。ルーン文字プラス何かがあったり、そして時代とか国によっても使われている言語体系が全然違うっぽいんで、例えば日本指は筆記体のようなひも字が組み合わさったりしていて、小国のエオヒドではルーン文字とそれ以外のプラス何かが組み合わさっていたりとか、もう専門家じゃないと解読無理なのではと思ったので、一旦もう棚に上げていますね。もしも古代文字とかルーン文字とか神話文字的なことに詳しい人いましたら、ぜひですね解読してみてほしいところですね。なぜ性別雪原に石碑が積んでいたのか積まれていたのかっていうのはなかなか気になるところではあります。で、お次はですね、またまたメリナについてです。メリナが巨人の日の大釜のムービーでですね、不思議なことをするんですよね。というのも、メリナの目線が確実に僕らプレイヤーですね、画面越しの僕らを見るような視点になるんですよね。プレイヤーの位置とそのメリナの目線をよく見てこのムービー見てほしいんですけど、ここでメリナが視線を外すとですね、視線をこちらに向けるんですよね。最初下向いてたのにこっちに向くっていう、そして連れてきてくれてありがとうというわけですね。これ完全に僕らに言ってますよね。もしかしたら僕らの存在、プレイヤーの存在っていうのは最初からメリナにバレていたのかもしれないですね。で、これどういうことかなと僕考えていて、一つだけ妄想的な感じで考察したんですよね。もしかすると僕らプレイヤー側はですね、大いなる意志の眷属だったのではないかと。基本的に大いなる意志って言葉だけ登場してきますよね。フレーバーテキストだったり、2本指の言葉だったりで。で、大いなる意志がやったことっていうのは、エルデの地、狭間の地に流星を降らして、エルデの獣を、狭間の地に根付かしたとか、あとは永遠の都を地下深くに沈めたみたいな感じで、結構天変地異というか自然災害的なことをやっているのが多いんですよね、大いなる意志っていうのは。だから最初は大いなる意志はこの世界の秩序だと思って認識していろいろ考えていたんですが、このメリナがいきなりこちらに目線を向けるっていうところで、もしかしたら大いなる意志はこのエルデンリングを開発したクリエイターの人たちで、その大いなる意志を受け継いだのが僕らエンドユーザーを表しているのかなとかも思いました。
結局ゲームの進行を進めているのは僕らですし、エンディングがどういう結末になるかっていうのもプレイヤーの選択次第な部分ありますから、エルデの地がどうなるかを握っているのは僕らプレイヤーなわけですよね。そう考えると、大いなる意志がやってきていたことを、プレイヤーが受け継いだというところで、大いなる意志の眷属がプレイヤーだったのではないかなとか妄想したりしてました。これは何も証拠はありませんので、信じるか信じないかはあなた次第です。なぜメリナが画面越しに僕らを見ていたのか、かなりドキッとする部分でもあって気になる部分でもありました。では次行きましょう。次はファルム・アズラのマリケスと戦闘を行ったところの壁ですね。あそこにエルデンリングらしき衣装があるんですよね。これは一体何なのか、いろいろ考えることができました。まず考えられるのは、これはエルデンリング本来の姿というか、一番初期のエルデンリングの姿ではないかと。つまりは黄金時の原始を表すものなんじゃないかなとか考えていました。もともとのエルデンリングは実際この形で、パッケージとかタイトル、そしてラスボスで見るエルデンリングっていうのは完全なエルデンリングではないと。で、ファルムアズラに描かれているこのエルデンリングっぽい何かは、死のルーンとか種火っていうのも全部刻まれたものなのかもしれないと。で、この下に彫られている彫像もちょっと気になりまして、3匹の狼と祈る一人の少女のような彫像が置かれています。この3匹の狼は確かレナからはぐれ狼の位牌を受け取りましたよね。で、その3匹の狼はかつて汗人と一緒に戦っていたはぐれ狼たちというような説明があります。そしてその位牌をくれたレナはトレントの古い主がその位牌を持っていた、その主に託されたと言っていました。その汗人がこの少女なのか、どちらかというとマリカの幼少期というか、マリカが生まれ落ちた姿と考えるのが妥当のような気がするんですよね。マリケスが守っていたもの、それはマリカの幼少期、そしてエルデンリングの完全な姿というのが一番しっくりきます。ここもですね、調べれば調べるほど結構謎というか泥沼にはまっていきまして、そもそもはぐれ狼の位牌をくれたレナはトレントに乗っていた汗人を探していたようなんですよね。で、もともとトレントに乗っていたのはメリナなので、メリナがトレントの古い主汗人なのかとかも考え出していたんですが、ラニとメリナってちょいちょい似通った何か象徴的なものがありますよね。片目が塞がっていたり、あとはどちらも霊体の姿で現れてきたり、そしてラニの遺体はちょっと燃やされたような形跡があって、メリナも過去に自分は火にただれたと発言していたので、結構共通点はあるんですよね、この2人。ただ完全に結びつくかというとなかなかそうはいかないっていう、何か他に知っている情報ありましたらぜひ教えていただきたいところになりますと。はい、で、お次はですね、ギデオン・オーフニールについて調べていました。このギデオンも結構謎多いんですよね。で、一説によると神肌の使徒だったのではないかなとか言われていたりします。確かに防具にとにかくたくさんの目と耳があしらわれているんですよね。人が持っている皮だとか耳だとか目っていうその臓器みたいなものを身につけるっていう、そういう文化ですよね。これが神肌と通じています。さらにギデオンは黒煙の祈祷もいくつか所持していて、実際に戦闘中使ってきたりしますよね。黒煙の守りがギデオンからもらえたり、黒煙の儀式をギデオンが使用するっていう、もしギデオンが神肌の使徒だったとすると結構うさんくさいことになってきますよね。ギデオンと戦闘する際に汗人は王になることはできないと。マリカはあがき続けることを望んでいるというようなセリフがありましたが、これはその立場から言われたセリフだとちょっと解釈変わってきそうですよね。実際汗人が王になることはできましたよね、ラスボス倒すことで。ただこのギデオンが言った王になるっていう示す意味が、王としてこの世界を安定的に統治するというニュアンスが込められているのであれば、ギデオンが言っていたこともわからなくもないですよね。で、最後はトロルいきましょう。巨人戦争で巨人を裏切って黄金樹勢力に味方したトロル。実はこのトロルの腹ですね、内臓がえぐり取られているようなお腹の中に石碑を抱えているんですよね。この石碑は一体何の石碑なのかとかいろいろ考えていました。で、一つ思い当たるのが古代遺跡に佇む彫刻ですね。これに似てるなと。
でこの古代遺跡の彫刻は外なる神を祀る遺跡にも登場してくるんですよね。そうすると外なる神を信仰としているのはこの石碑を持つ人々、石碑を持つトロルたちということなんでしょうか。トロルはもともと巨人たちから迫害されている存在だったから外なる神を信仰して崇めていたのかもしれないです。ちなみに巨人とトロルは別種族的な扱いをされていますね。狭間の地の巨人は実際は滅んでいるとテキストにありました。そして少なからず知性があったようですね。巨人っていうのは確かに巨人戦争の跡地で見つけられる巨人の遺体はですね、服を着ていて髪を三つ編みにしているなど知性を感じさせることのできる見た目になっています。その一方でトロルは裸一貫で戦って武器を振り回したり足をジタバタさせたりと知性があるような感じでは見えないですよね。で巨人がなぜ滅んだかも気になりますが、おそらく大昔の巨人の姿は時折各地で見かけることのできる巨大な骸骨ありますよね。ケイリットとか、あとは巨人たちの山嶺付近ですね。めちゃくちゃでかい骸骨ありますよね。あれが巨人の本来の姿、もともとの巨人の姿だったのではないかと。そう考えると終盤で戦う火の巨人も結構ちっちゃめの巨人だったっていうことが伺えますね。で結局トロルが腹に抱えていた石碑は何だったのかと全然答えは出てないんですよね。以上が手を出したはいいけれどもなかなかピースが埋まらなかった謎たちです。今後も思わぬところでつながる謎が出てくるかもしれないので引き続き調査考察していきたいと思います。よろしければチャンネル登録評価などをしていただければモチベーションにつながるのでありがたいです。お相手はひもニートでした。ではまた。